新しいガラスケースが届きました。グローグに手伝ってもらって組み立てていきたいと思います。このガラスケースで5台目です。フィギュアがどんどん増えて置く場所がなくなってきちゃって5台目のガラスケースが必要になってしまいました。5台目となるともう説明書を見ないで組み立てることができちゃいます。フィギュアをどういう風に飾ろうか考えるのは楽しいですけれども、やはり難しいですよね。パズルとか収納は得意なので飾っている時はとても楽しいです。次から次へと欲しいフィギュアが増えたり、新しいフィギュアをお迎えして困ることもあるけれども、やっぱりこうやって飾って鑑賞するとすごく幸せな気分になります。フィギュアだけじゃなくてガラスケースの配置もこの6畳という狭い部屋で何個飾れるか考えるのも楽しかったりします。模様替えも好きで1年に 2,3 回模様替えしちゃったりもします。模様替えを繰り返して完璧な部屋になっていくのがこれまた楽しいです。ミニマリストな思考も一時期あって、いらないものを部屋から出して極力何もない部屋にしようとしたりもしました。しかしそれよりもコレクター魂の方が強かったので、映画のブルーレイや CD やガチャポンのおもちゃ、フィギュアなどを集めるようになって、どんどん部屋が埋め尽くされていきました。でも心がすごく満たされるので、僕は部屋がギチギチの方が合っているんだと思います。もともとこのチャンネルはゲーム配信をしていたんですけれども、フィギュア動画とか上げ始めて好きなものを動画にするのが楽しくなってしまいました。雑多なチャンネルになってしまってますけれども、やっぱりやりたいこと何でもやって楽しい方がやっぱいいと思うので、こんな感じで動画を投稿していきたいと思いますよ。ゲーム動画を編集しているよりも実写のリアルを編集している方が今楽しくなっています。ガラスケースも完成したのでルームツアーということで、この後部屋を見ていきたいと思いますよ。はい、棚を組み立てました。これで5台目の棚です。ジャンルがバラバラですけれども、なるべく同じようなジャンルになるように飾っております。前回この棚がこっち側にあったんですけれども、模様替えをして壁の奥にやりました。ストーブの横にガラスケースがあったんですけれども、さらにそこの横のスペースに新しいガラスケースを置きました。本棚の上にはウッディとエルデンリングの被り物と映画系のブルーレイがありまして、あとは下は CD ですね。新しい棚には一番上の段には後ろにスターウォーズ2人いて、あと前は DC のジョーカーとハーレークイーン、そしてイットペニーワイズがいます。怖い。上から2段目は歴代スパイダーマンを飾りました。この3人揃えるの夢でした。やっぱりいいですね。そして上から3段目、ここはデスストランディングというゲームのフィギュアでございます。2025年6月にデスストランディング2が出るんですよ、プレステ5で。それでゲームについてくるスタチューがあるんですけれども、そちらを予約したので、ここの BB ポットの横にスタチューが届く予定です。そして一番下、ここはエルデンリングコーナーでございます。後ろにマレニアさんで手前にメスメル、両方ゲームの特典のスタチューでございます。そして2025年5月にエルデンリングの新しいゲームが出るので、そちらもスタチューがつくんですよ。そちらを予約したので、このガラスケースに入る予定でございます。はい、そしてその横のガラスケースは日暮らしの泣く頃には変わらずに飾ってあります。上には溢れてしまった羽生を飾ってあります。
相変わらずこの両面テープの LED がちゃんとつかないんでプラーンとなっちゃってます。こんな感じで飾っております。でその下も変わらずにマーベルで飾ってあります。キャプテンアメリカまだ手に入れられていないです。かっこいいですね。そしてなんとその下はハンターハンターのフィギュアで飾っております。はい、キメラアント編のフィギュアコンプできたのでこちらにまとめて飾ってありまして、でその前から持っていたハンターハンターのフィギュアをこういう風に飾っております。もうギチギチでこれ以上何も入らない状態です。フィギュア同士がくっつかないようにギリギリに飾ってあります。しかし8月にキメラアント編2が来るので、またフィギュアを手に入れたら飾り方をいろいろ考えないといけないですね。そしてここら辺は工具が飾ってあってストーブがありまして、こちらは、ガチャポンコーナーですね。ガチャガチャを引いたものを飾っております。見てみましょう。はい、ガチャガチャで引いたものが雑多に飾ってあります。この間動画にした靴が早速ケースの中で崩れています。食べ物系とかね、ガシャポンクエストのフィギュアちょっとまだ飾るとこ見つけてないんで、こんな状態に飾ってあります。倒れてる靴系のガチャガチャと食べ物系ですね。そしてなんでしょう、これはゲーム系ですね。こちらはガチャガチャではないんですけれども、クレーンゲームで撮ったゲーセンのスティックです。こっちは楽器系ですかね。太鼓の達人のボタンとかあるんですけれども、キーボードがありまして、その下ドラムセットですね。で遊園地じゃない公園の遊具ですね。で雑多にいろいろ飾ってありますと。ここは回転台ですね。ほこりが溜まっておりますね。そしてこちら壁に取り付けられるケースです。グレムリンとか映画系、ホラー系のガチャポンが飾ってあります。ちいかわとかお猿のジョージとかグローブ、こんな風に雑多に飾ってあります。画鋲で取り付けてます。でこっち側にはドラゴンボールの飾ってありますよ、フィギュア。その下はギニュー特戦隊たちとフリーザとかで、その下グランディスタの悟空とかいますけれども、そして鉄拳のねスタチューがあるんですけれども、飾るとこがないんでとりあえずここに置いてあります。スペースがあるので。はい、そしてこっちが一番下が悠々白書の一番くじのフィギュアでございます。桑原はいつ来るんでしょうね。そしてその横のケースには、ここら辺はちょっとねコンセプトを合わせたいんですけれども、ごちゃごちゃに飾ってありますね。その下は初期のドラゴンボールで基本的に飾ってあります。いいですね。でその下は人造人間とセル、ドクターゲラとか欲しいんですけれども手に入れられていないです。高いですよね今。その下はとりあえず今空です。今後何か増えた時に飾りたいと思います。そしてガラスケースの横には大きなモニターが
あります。こちらのガラスケースの上にはアイアンマンのヘルメットとかちいかわ飾ってあります。そして後ろにグレムリンで、上にポスターが、上というか壁にポスターが一面貼ってあります。パンチウサギで、モニターの下に今月新しく引き出しケースをちょっと2つ調達しました。そしてモニターがございまして、その下にプレステ5でスイッチもあるんですけれども、スイッチ2予約できたんで当選すればここに置くことができます。そしてそこの横は収納ケースで、ゴミ箱じゃない、掃除機がありまして、扉がございます。扉の横の壁にはエルデンリングのポストカードありまして、でこっちにずっと机がありまして、パソコンがありまして、ベッドがありまして、こんな感じの部屋でございます。そんでこちらクローゼットなんですけれども、クローゼットの中に一番最初に買ったガラスケースを入れちゃいました。上にトイストーリーとヨッシーがいます。一番上の段にはぷよぷよのアルルとナルトのひなた、桜とか軽音とか、その下がブラックマジシャンガールとかワンピースとかパズドラ、イレイナとかごちゃごちゃに飾ってあります。その下もごちゃごちゃに飾っております。こちらの棚は基本プライズとかメインのガラスケースに入らないものを入れております。そしてその下が背景が暗いんで、少年系というかかっこいい系を入れております。ハンターハンターとか、下はゲーム系とかですかね。そして下はマンダロリアン、そして一番下スペースが空いております。そしてベッドに座るとこんな感じで、横にパソコンがございまして、モニターがございまして、配信機材がありまして、正面モニターが映っております。でガラスケースがございます。そしてクローゼットの中にベッドを突っ込んでおりまして、クローゼットのレールの間にギターを吊り下げるものをはめ込んでしまいまして、ミニアコースティックギターを飾ってあります。そしてクローゼットに3本のギターが、ギターとベースですね、5弦ベースと7弦ギターと6弦ギターでございます。もう1年以上弾いておりません。そして洋服がかかっておりまして、その上のスペースに開封していないフィギュアが飾ってあります。壁側にあるのがちいかわのネンドロイドたちです。まだ未開封で開けていません。でプライズとか一番くじのフィギュアが基本的にあります。悠々白書のダブったクラマとヒエがここにあります。このイタチ最近出たグランディスタのフィギュアなんですけれども、めっちゃかっこいいんで開けないでちょっと取っておいてあります。でヤムチャとかダブったやつ開けないで取ってあります。で魔人ブーのぬいぐるみがあるんですけれども、置く場所がないのでここに置いてあります。この魔人ブーのぬいぐるみは100円で取れました。そして一番くじのカイトが、その奥に悠々白書トグロ 100% 中の 100% があったり、奥にナルトとかね、いろいろあります。でこっちは窓で、窓は紫外線フィルムとアルミシートつけちゃっております。アルミシートを半分につけているんで、窓の外をちらっと覗くことはできます。でも開かずの扉となっております。
といった感じで新しく開きっぱなしだといった感じで新しくフィギュアケースを買ったので、組み立てて模様替えをして配置をしました。またフィギュアとか増えたり模様替えしたりした時にまたルームツアーをしたいと思いますので、また見に来てくれたら嬉しいです。それではまた。